どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は、クルーザー旧霊式4層前半の解説動画です。はじめに、この動画は早期攻略動画のため、今後、より最適な解放が見つかる可能性があります。その点をご了承ください。ギミックの説明は、流れを把握しやすいように、このような図解を交えながら進めていきます。また、今回はこのようにマーカーを設置しています。一つの参考としてご活用ください。それではよろしくお願いします。はじめにボスの周囲に浮かんでいるものをこの動画ではファンネルって呼びます。あとこれですが、頭とかロウトウとかいう単語で呼びます。空間切り。全体攻撃です。かなり痛いのでしっかり軽減をしましょう。土のマギ、風のマギ。このギミックでは、属性とファンネルの抜きの2つの要素を見て範囲を避けます。属性はボスの詠唱を見て判断します。まずは属性を確認します。土だったら、ボス中心に円範囲と、全員に扇範囲が来るので3回します。逆に風だったら、ボス周囲にドーナツ範囲と、ロール対象にペア後回りが来ます。まずはこの属性で、どのように3回するかを思い浮かべて、それからファンネルの向きを見ましょう。ファンネルの向きが十字なら、十字の直線範囲、斜めなら、X 字の直線範囲が来ます。アンチはファンネルの間になります。土は動かなくてもいいですが、風はアンチにスッと入りましょう。では、全4パターン見ましょう。まずは土のマギ、ファンネル十字です。次は土のマギ、ファンネル X 字です。次は風のマギ、ファンネル十字です。最後は風のマギ、ファンネル X 字です。先に進みます。マギ、回の軍狼剣。まず、ボスの周囲に分身の予兆が3方向に出ます。分身とボス下、それぞれに円範囲が出るので、しっかり避けましょう。その後、ボスはいずれかの分身に向かって移動します。ただし、移動先の足元に遅れて円範囲が着弾するので、すぐに追いかけると踏みます。ちょっと待ってから、範囲を見た後に移動しましょう。ボスが移動したら、その地点から反対側に突進してきます。その後、ボスの詠唱に応じた攻撃が来ます。ナギだったら、巨大な前方扇範囲攻撃。カイだったら、ボス中心の巨大な円範囲。さらに、タンク2人とヒラ2人に向けて、扇範囲攻撃が来ます。タンクは単体大ダメージ。ヒラは頭割り範囲。これはナギとカイで共通ですが立ち位置が違います。タンクヒラの処理位置は図示してある通りです。DPS はヒラのところで頭割りに参加してください。軍狼剣ナギとカイの注意点と立ち位置解説。このギミックは立ち位置が非常に重要なので、細かいポイントまで丁寧に見ていきましょう。まず、マーカーは信用しすぎないでください。今回の図はボスを北にしていますが、実際にはマーカーが全く参考にならないこともあります。そのため、ボスの位置を基準にアンチと3回場所を判断してください。軍狼剣、ナギ。タンク2人は、ボスの背面左右に分かれて扇範囲を誘導し、ヒラ2人はボスの側面付近に立ち、扇範囲を誘導します。ヒラは、真横よりボス前に少しずれた位置に立てば OK です。この時、DPS がボスに近づきすぎると、扇範囲の根元に入ってしまい、頭割りに漏れることがあります。ボスに寄りすぎない位置取りを意識しましょう。軍狼剣、カイ。こちらはタンクが誘導する目印が全くないため、非常に難易度が高いです。ボスの突進の段階から、自分が誘導する位置側に移動する意識を持ちましょう。誘導位置の一例として、ボスから見て45度くらいの位置に外周寄りで立ちます。そして、ボスの円範囲が見えたら、アンチの際に一歩動いて調整するようにします。ここには目印が一切ないため、立ち位置の調整は経験と慣れが必要です。ミスが起こりやすいポイントなので、練習中に誘導ミスがあっても温かくフォローし合いましょう。最後にヒラの立ち位置です。こちらも明確な目印はありませんが、ボスの突進範囲を見た上で、アンチ側に一歩入る程度の距離感がちょうど良いです。では、実際の動きを見てみましょう。まず、軍狼剣ナギです。ボスが分身3方向のどこかに移動します。
ボスが対面に突進します。ナギはボスから扇ハンニが来るので近づき、ヒラのところで頭割りをします。次に軍狼剣ナギのタンク視点です。ナギなので突進を追いかけて、タンクは背面で扇ハンニを誘導します。次に軍狼剣カイのタンク視点です。ボスはいずれかの分身に向かって移動します。ボスの突進の段階から自分が誘導する位置を意識して移動しておきます。ボスの円ハンニが出てからもすぐ動けば微調整は可能なので、できる限りアンチの端に行きましょう。最後に軍狼剣カイの DPS 視点を見て先に進みましょう。カイは離れるなので、ボスが移動したところを追いかけます。ポイントはこの突進のハンニの後です。このハンニに一歩入ったところがちょうどいい誘導位置になります。空間斬り。全体攻撃です。かなり痛いのでしっかり軽減をしましょう。1000年の風化。この後、A または C マーカーの外周にロートウが出現するので、両方見れるようにカメラを調節しましょう。フィールドの外周にロートウが順番に出現します。出現した順にこの後直線ハンニ攻撃をしてくるので、そのハンニでアンチが二分されます。西を MT 組、東を ST 組で使用します。ロートウに引き目出現と同時にノックバック予兆が出現し、さらにタンクヒラまたは DPS のどちらか4人に円ハンニマーカーがつきます。はじめに円ハンニがついた人は、X 字に円ハンニを捨てるようにしましょう。残りの人は東西に飛ばされましょう。続いて、残りの人にも円ハンニが来るので、直線ハンニを避けつつハンニを捨てましょう。まだ続くけど一旦ここまで。次は処理方法です。まず西に MT 組、東に ST 組で分かれます。南北からのロートウの出現を確認し、直線ハンニの回転方向を確認しておきます。この場合は、半時計回りですね。続いて、マーカーがついた人は、X 字にノックバックされ、つかなかった人は東西にまっすぐ飛びましょう。アムレン剣術が有効なので使える人は使いましょう。ノックバック後、頭上マーカーの人は、円ハンニが着弾したら、回ってくる直線ハンニを追うようまたは、避けるように移動します。避けるときは特に注意で、直進すると直線ハンニに引かれます。一旦横に出てから中央に戻るようにしましょう。直線ハンニ4発目くらいで、最初につかなかった人に頭上マーカーがつきます。頭上マーカーがついたら、近接は直線ハンニを追いかけるように内側に捨て、遠隔は A か C マーカーに捨てます。他の人は直線ハンニに追われるような形でついていきましょう。何回かイメトレ用に別パターンを見ましょう。ロートウは半時計回りですね。マーカーがつかなかったので B マーカーにノックバックされます。この動画ではアムレンを使用しているのでノックバックされていませんが、使用する場合は中央の直線に引かれないように注意しましょう。続いてマーカーがついたら、近接なので直線を追うように円ハンニを捨てます。遠隔は AC マーカーで円ハンニを捨ててください。固定メンバーの視点もいただけたのでそれも見ましょう。ロートウは時計回りですね。軍狼剣で外周しないように保険でアムレンを使用したため、ここではアムレンは帰ってきていないみたいです。もう1パターン、タンク視点を見ましょう。ロートウは半時計回りですね。1000年の風化の続きを見ます。続きのギミックを説明します。ノックバックと塔または線の処理です。フィールドに4体のロートウとその間に4つの塔が出現し、中央からのノックバックも再び出現します。線がついた人にロートウから距離減衰の扇ハンニが来ます。この線は対角に距離を取り、まっすぐ伸ばさないと他の人を巻き込みます。ですので、線がついた4人は、線を伸ばす方向、対角に飛ばされましょう。線がつかなかった4人は、自分の担当方向の塔にノックバックで入りましょう。連進撃。連続頭割り攻撃です。
とても痛いので、軽減バリアをしっかり使いましょう。空間切り。全体攻撃です。しっかり軽減をしましょう。一刀両断。タンク2人で受ける頭割り強攻撃です。この1回目は無敵で受けるのが多いですね。大地の呼び声。フィールド2カ所に大きな塔が立ち上がります。残空剣。ボスがその大きな塔に斜めに切れ目を入れます。塔は切れ目の向きに赤と割れて、その方向に倒れてきます。この時点でアンチ候補は2つです。次に、後から出現する2つのファンネルを確認します。それぞれ十字架、X 字の向きになっていて、直線範囲を打ってきます。X 字ファンネルの横がアンチになるので、アンチ候補のうち X 字の方へ移動します。まとめると、切れ目でアンチを2箇所に絞って、X 字のファンネルを見つけてそっちに行く、という流れです。理解したらそんなに難しいところではないですが、別パターンを見てみましょう。もし、最初のがわからなければ、後から出現する X 字のファンネルの方に行き、そこから他の人についていくのでも十分間に合います。結構狭いので、数字マーカー上に立てば、より安全です。凪、海の軍狼剣。先ほど来ていない方の軍狼剣です。正直いろんなパターンを見たので、どれが最初だっけとなっているかもしれませんが、最初に来たのと別パターンが来るということを伝えたいだけです。ホイロウ将来、雑魚フェーズ。ボスが A 側に移動し、ターゲット不可状態になります。ここから雑魚フェーズです。東西に土のロウトウと風のロウトウが出ます。それぞれのロウトウから4人に線がつながるので、線がつながっていない方の頭に向かってください。自然とライトパーティーに分かれます。ただ、線が切れるときに、ダメージと相手側を攻撃できないデバフがつきます。さらにタンク以外に、秒数の違う緑色または黄色デバフがつきます。回復が漏れやすいので、できるだけ南側で範囲回復をもらってから、各ロウトウへ移動しましょう。同時に中央に即死フィールドが派生します。南北には緑色と黄色のオブジェクトが出現します。このオブジェクトたちは同じ色のロウトウに向かってゆっくり動いていきます。タンクは自分が攻撃しているロウトウと違う色のオブジェクト側に立ち、追いつかれないようにロウトウを誘導してください。他の人の立ち位置はロウトウとオブジェクトが同じ色側です。空老人。各頭がヘイト1以外にマーカーをつけ、直線範囲をしてきます。タンクと逆側で受けます。同時にヘイト1位には扇状の強攻撃が来るので、進行方向で一人受けします。これらの攻撃を受けると、火魔法ダメージ増加デバフがつきます。デバフ処理と移動。火ダメ増加のデバフが消えたら、デバフの速い秒数から同じ色のオブジェクトに当たります。まずは緑色デバフ持ちが緑オブジェクトに当たります。そして、そのまま通り抜けて逆のチームに合流してください。オブジェクトに当たったタイミングでも火ダメ増加デバフがつきます。マーカーで受ける奥義範囲よりついている時間が長いので気をつけてください。次に火ダメ増加デバフが消えたら、黄色デバフ持ちが黄色オブジェクトに当たり、風の頭に合流します。黄色デバフを処理するときは、火ダメ増加デバフは少し長いので、しっかりデバフが切れてからオブジェクトに当たってください。ギミックの繰り返し&雑魚時間切れ。再度、マーカーがつき、同じ処理を行います。その後、2番目に短いデバフ持ちが処理を行う流れになります。これを合計3回繰り返します。最後に、両方の頭が時間切れ攻撃を詠唱します。これが完了する前に、土と風のロウトウを倒し切りましょう。風神空老山。かなり痛い全体攻撃です。軽減やバリアをしっかり重ねて対応しましょう。
大地の怒り。まずフィールドの斜め方向にファンネルが2つ出現します。続けて、その隣にさらにファンネルが2つ出現します。ファンネルは出現した順に直線範囲を出します。1回目ファンネルが出現した後、どちらかのロール4人に円範囲マーカーがつき、もう片方のロールの1人に頭割りマーカーがつきます。まずは X 字のペアで3回してマーカーがつくのを待ちます。マーカーがついたら、頭割りは中央付近、円範囲は必要なら時計回りに回って、2回目のファンネル出現位置で、それらのマーカー処理を行いましょう。そして、1回目のファンネルが着弾したらその跡地に入りましょう。ボスが消え、五角形に5体の分身が出現します。出現パターンは2パターン。各分身から直線範囲が来ます。そして、先ほどの円範囲と頭割りのつくロールが逆転します。各分身の背面がアンチになるので、担当の方向の分身を目指して移動しましょう。下に分身が出現するイメージで移動して、いなかったら時計回りに移動しましょう。分身範囲後、ボスが再出現し、さらに分身の間にロートウが5体出現します。分身と同じく、ロートウも直線範囲をしてくるので、ロートウの後ろがアンチになります。ちなみにボスが再出現したら、一発近接攻撃をしてもロートウの後ろには間に合いますので、余裕が出てきたらやってみましょう。別パターンを見てみましょう。1回目のファンネルがどこに落ちたかを確認します。頭上マーカーがついたら、2回目のファンネル範囲上で3回して処理します。1回目のファンネルが着弾したら、その跡地に移動して2回目のファンネルを回避します。そして、先ほどの円範囲と頭割りが逆のロールにつきます。頭割りは北へ、円範囲はそれぞれの3回位置へ行きます。その後、ボスの分身が五角形状に出現します。各分身の背面がアンチなので、しっかり位置を調整して避けましょう。続いて緑色のロートウが出現するので、その背面に隠れて回避します。ナギ、カイの軍狼剣。ここはどちらが来るかはランダムです。今回はカイなので、離れて扇範囲を誘導する方ですね。ここは、終わったらボス側に土のロートウが出現していて、直線範囲を打ってきます。ボスに近づきながら範囲を回避しましょう。一刀両断。頭割りができる強攻撃です。無敵を使って受けるのが多いかもです。ここで LB3 も打っていましたが、前半で打たなかったら後半で LB3 も2回打てます。元老将来。ノーマルにもあった反面攻撃をしてくる分身が4方向に出現します。今回はこれにロールごとの頭割りと円範囲がセットできます。まず1体目の分身が出たら、左右のどちらがアンチになるかを確認します。反面アンチに移動した上で、次の分身がどっち回りに出現するか見ておきましょう。同時に、円範囲マーカーと頭割りマーカーがつきます。マーカーの処理直後に、すぐ1体目の反面攻撃が来ます。1体目の範囲を基準にして H に3回します。それぞれのロールはこのように3回してください。マーカー処理が終わったら、2、3体目の分身の反面を回避します。その間に4体目の分身がどちらを攻撃してくるかをチェックしておきます。最後の反面攻撃の時に、再度、頭割りと円範囲が来ます。1体目の分身の時に着弾したものと逆のものが来ます。ここは3体目の反面範囲くらいでスプリントをするのを推奨します。別パターンを見ておきましょう。まずは1体目を見ます。その左右の反面範囲と2体目以降の出現方向を見ます。今回は時計回りです。アンチで3回しつつ、4体目の左右反面を確認します。この出現方法なら、アンチは A、D、C、D 側の反面です。このようにアンチ方向を最初に覚えてしまって、その通りに移動するという避け方をする人もいると思います。ですが、私はそれが合わずに、1体目アンチで3回しつつ出現する順番を確認、2体目以降を見て避ける方法にしました。自分に合った方法で避けてください。熾烈派。元老将来が終わった直後に、外周に土のロートウが X 字に出現し、直線範囲を打ってきます。これは英字マーカーに移動すれば OK です。できたら次に続くマギの3回近くが良いですが、どこの英字に避けても間に合います。その直後、土のマギ、風のマギが詠唱されます。ここも最初と同様、属性とファンネルを見て処理します。
開幕に来た属性とファンネルを覚えていれば、逆の処理をすれば良いです。前半の最後、マギの後に、連進撃、空間斬りが続けてきます。ここもかなり痛いので軽減をしっかりしましょう。その後はしばらくオートアタックが続きます。雑魚フェーズの討伐時間が早ければ、空間斬りがもう一回来ることもあります。最後は、空間斬り、滅の詠唱で時間切れになります。前半の時間切れは約7分です。今回の霊式4層は、前後半投資の構成になっています。そのため、後半のギミックを把握していないまま進むと、すぐにワイプして最初からやり直しになってしまい、非常にもったいないです。できれば、前半の終盤練習を始める前に、後半の予習も済ませておくことをお勧めします。ギミックの流れや処理方法をざっくりでも掴んでおけば、練習効率が大きく変わってきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。